皆さんお待たせ、カレンゲームラボのカレンです。今回は密かな話題作、デュエットナイトアビス二重らせんの小規模テストに参加したので、どんなゲームなのか紹介したいと思います。前提として今回の小規模テストは開発初期段階の内容なので、今後大幅に変わる可能性があるので、参考程度に見ていただけるとありがたいです。お伝えする内容はこちら。デュエットナイトアビスについて大まかな概要、バトルについて育成要素、主なコンテンツ、プレイレビュー、ポジティブ要素、ネガティブ要素、以上5点となってます。チャンネル登録お済みでない方はぜひこの機会にチャンネル登録、高評価ポチッとお願いします。それでは曇りなき眼で見てまいりましょう。一つ目はデュエットナイトアビスについて大まかな概要。タイトル名、デュエットナイトアビス二重らせん。リリース日は未定。ジャンルは高自由度ファンタジーアドベンチャー RPG。開発はパンスタジオ。プラットフォームは iOS、Android、PC。開発のパンスタジオはパニグレ運営でおなじみのヒーローゲームス傘下の開発スタジオ。そんな開発スタジオが手掛けるデュエットナイトアビスの物語の概要は、人族と悪魔族が共存する世界が舞台。悪魔族の主人公と幼馴染のヒロインベレニカは大陸から遠く離れた小島バーガトリー島で平穏な生活を過ごしていたが、ひょんなことから突然帝国軍に追われ、主人公を生かすためベレニカは帝国軍へ連れ去られてしまうというのが大まかなあらすじ。大きな内容としては、主人公がベレニカを救いに行くといった内容。そんな本作は豪華な声優陣で構成されていて、わかる範囲ではこちらの方々が参加しております。ゲーム本編はオープンワールド風でエリアが分かれているタイプ。主人公の立ち位置はムクロと呼ばれる各キャラクターたちを刺激する存在で、基本主人公キャラを操作することはなく、ムクロを操作する仕様。フィールド上は自由度が高く、特殊な移動手段トルネードジャンプを駆使することでかなりストレスフリーな移動が可能。パルクールアクションとはまた違った疾走感を得られるのが特徴。バトルは1名から3名での戦闘が可能で、特徴は各キャラ近接攻撃と遠距離攻撃を両方こなせることができ、戦況に応じてうまく切り替えながら攻略していくのが特徴的。また敵を倒すことで回復薬や弾薬が高確率で手に入るので、ヒットポイント管理や弾薬管理がしやすく、倒されにくい設計となってます。ただ育成コンテンツに関わるダンジョンは様々なミッションが課せられるので、倒されはしないけどタイムアウトで失敗など結構難易度が高かったりします。また同じダンジョンでも数パターンあるので、次プレイするときはダンジョンの構成が違ってます。多分各ダンジョン3パターンくらいの構成が用意されていて、突入時にランダムで決まる感じですかね。育成は分かる範囲でキャラ、スキル、武器、ルーン、ステータスボード開放、生産となっていて、どれも深い育成内容ですが、その中でもルーンと武器はやり込み度の高い内容となってます。マネタイズ要素については分かる範囲で育成ダンジョンを遊ぶためのスタミナで、ガチャに関しては今回実装されてませんでした。はい、ここまでがざっくり概要。続いては本タイトルの売りの要素、バトルについて。バトルは1名から3名編成によるチーム戦がメインで、リーダーキャラ以外の味方 NPC はオートで参戦。攻撃手段は近接攻撃、遠距離攻撃、スキル、奥義の4パターン。さらに育成次第でトルネードジャンプに攻撃判定をつけることが可能。また味方 NPC については近接武器、遠距離武器どちらかしか装備させることができないので、装備内容によって攻撃手段が変わります。戦闘中リーダーキャラの入れ替えは不可能で、ボス戦以外は仲間の蘇生が可能。スキルは各キャラそれぞれスキルに応じてポイントがあり、一定時間経過することでポイントが上昇。スキル発動に必要なポイントが貯まることでスキルや奥義を出すことができ、奥義は派手な演出で見応えのある内容となってます。味方キャラ、敵キャラには基本シールドが付与されていて、シールドを破壊することでヒットポイントを削ることができます。シールドは専用のルーンを強化することで耐久値が上がります。またボスにはブレイクゲージがあり、ブレイクさせることでダウンを取ることができ、さらに急所攻撃が可能となる QTE が発生、大ダメージを入れることが可能。また一部のボス戦では V 破壊が可能で、全ての V を破壊することでダウンを取ることができる仕様。ブレイクしないとダメージが入りにくい仕様となってます。バトルの基本はだいたいこんな感じ。続いて育成について。育成要素は大きく8項目。キャラの育成、スキル強化、近接武器強化、遠距離武器強化、同調武器強化、オリジン強化、ルーン強化、生産。この中でも特にオリジン強化、ルーン強化、同調武器強化が特殊で、オリジン強化はキャラのステータス底上げをすることが可能。現状アチーブメントを達成して手に入る素材で強化可能なため結構なやり込み要素となってます。次にルーン強化。
ルーンはステータスを大幅に上昇させるアクセサリーで、キャラ、近接武器、遠距離武器、同調武器、それぞれ最大9個、計36個、装備コスト上限に合わせて装備可能。ルーンはレアリティに応じてコストが上昇し、最大レベルも変わってくる仕様。限界突破要素はなく、レベルアップのみとなってます。また、ルーンは各キャラ共有することが可能なので、いくつも同じルーンを強化する必要がないのは嬉しい仕様。限界突破要素は現状ないものの、ルーン次第でキャラの性能が大幅に上がるので、より良いルーンを厳選する必要があり、これまた深いやり込み要素となってます。次に同調武器強化についてですが、今回はこの機能が開放されておらず、詳しいことは不明ですが、同調武器はキャラ専用で強力なスキル発動が可能なので、レベルアップ、限界突破はもちろんそれ以外の特殊な育成があると推察します。結構なやり込み要素なんではないでしょうか。次は生産。様々な素材を組み合わせることで冒険に必要となる様々なアイテムの生産が可能。特に強力な武器やルーンを生産することが可能で、キャラの特徴を活かせる武器など豊富にあり、かなりのやり込み要素となってます。素材の入手はクエストのリザルト報酬であったり、ショップで購入も可能。ここまでが育成に関する内容で、次は主なコンテンツについて。現状わかる範囲で、育成に関わるダンジョン7つ、高難易度ボス戦が楽しめるダンジョン3つとなっていて、特徴的な要素は、ダンジョンによっては単純に敵を殲滅するというよりかは、様々なミッションが課せられていて、防衛戦、爆弾処理、地底探索、標的の生け捕りなどがあります。一部の育成ダンジョンのマップ構成はランダムで変化。例えば、同じ経験値アップダンジョンでも次入るときは違うマップ構成になってます。また、ミッション難易度が段階別に設定されているダンジョンなどもあり、ミッション達成後はダンジョンから出ることも可能なのですが、さらに追加ミッションを達成することで報酬が豪華になってきます。追加ミッションは段階ごと敵のレベルが上がるので、全てクリアするには各キャラの育成が成熟していないと踏破することはできない仕様となってます。育成ダンジョンは様々な要素があってどれも楽しめる内容。次は高難易度ボス戦。ストーリーボスと戦うことが可能で、武器の設計図や装飾品を入手することができます。最後にプレイした感想、ポジティブ、ネガティブ要素について。結論から言うと紛れもなく良作です。没入感のあるストーリー、豪華な声優陣、探索しがいのあるマップ、斬新な移動手段でストレスフリー、テンポよく進行するバトルややりごたえのある育成ダンジョン、一つの目標となる武器の生産など、それぞれのコンテンツがしっかりと機能して楽しませてくれる要素が満載となってます。個々の要素はよくある内容なのですが、その要素の細かいところでユーザーに不要なストレスがかからないようしっかりと調整されていて、テンポがよく分かりやすく遊びやすいんですよね。如実に分かるのが移動手段やルーンの共有化、遠距離攻撃時のオートエイムサポート機能、マップ探索時の宝箱の分かりやすい配置がより探索したくなる感じなどなど、挙げたらキリがないのですが、細かいところをしっかりと調整することでここまで良いバランスになるもんだなと。そして育成ダンジョンは単純に敵を殲滅させるだけの作業からしっかりと目標を持たせた内容にすることで、単純作業を抜け出し遊び応えのあるコンテンツとして成立していたり、感心しかないですね。前回紹介した動画でバトルの要素がゴッドイーターライクだと楽しめそうなのではとお伝えしたのですが、まさにゴッドイーターライクで楽しめます。良いことばかり話してますが、当然ネガティブな部分もあって、いくつか挙げるとキーボードマウス操作において激しいバトル時、特にボス戦で移動回避トルネードジャンプを素早く行うことがちょっとキーマウス操作に慣れていないと難しいです。トルネードジャンプがコントロールプラススペース、回避シフト、さらに移動が加わると指が動かないですね。特に回避シフトと移動が相性悪い感じがしました。せめて回避をマウス右クリックに持ってこれると操作が多少しやすくなると思うのですが、今回はマウス側のキーを変更することができなかったので今後に期待したいところ。次にトルネードジャンプ以外での高速移動手段がない。常にマップ上をトルネードジャンプで移動するので左手が疲れます。ダッシュがないのが残念。他にはダンジョン探索においてやりごたえのある育成ダンジョンのためクリアまでそこそこ時間がかかるので周回が困難になってきます。なのでダンジョン入場前にスタミナ倍率を上げることで最終的な報酬量を上げるなどすると1回の探索である程度素材が集めることができるのかなと思います。他は敵が
強すぎるとか攻撃が当たらないとか一部戦闘におけるバランスの悪さなどがあるのですが、こういったところについては今後調整が入ると思うので、今回はあまり触れずにしておきます。まだまだ開発初期段階なので今後に期待したいところです。以上が簡単なポジネガ要素です。はい、今回はヒーローゲームスよりリリース予定のデュエットナイトアビス二重らせんについてゲームの概要からプレイした感想をお伝えしてまいりましたが、いかがでしょうか。リリース時期は未定ですが、かなり期待できるタイトルと考えます。今後も随時新情報があれば紹介していこうと思います。ということで、チャンネル登録をお済みでない方はぜひこの機会にチャンネル登録、高評価ポチッとお願いします。それでは今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。